はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はいよいよシリンダーヘッドですね。正直かなり難易度高めです。失敗したら鋳造からやり直しと悩ましいですね。一応手順書はもうできてるんで、この通りやっていけばいくはずなんですけどね。まあ作業の第一段階としてはこっちの面をきれいにするということですね。ではフライスにセットしていきます。仮に固定したので一回ちょっとここら辺で測ってみますね。はい、だいたい原点出たと。はい、まずこの面とこの面きれいにします。ここに関しては少しだけ削ってきれいな平らが出来上がりゃ OK と。で反対側も同じようにきれいにしちゃいますね。きれいになったね。これでここが完全に平行になったと。あとはこの面ですね、やっていきます。とにかく鋳造品はこの基準作りが最初がめんどくさいですね。よし、これで OK。 はい、この面とこの面、この3面はきれいになりました。これで付け替えてこっちの面をきれいにしていきます。こっちの工事はどうするかな。まあフィン持ちたくねえな。やっぱここでやるしかないかな。ここ1箇所でなんとか止まるでしょう。でここきれいにしたらこの両端で固定すりゃいいか。まずったね。加工可能エリアを超えちゃってるな。ほんのちょっと超えてる感じだね。はい、セットできましたが、こっからここまでいっぺんに加工することができないんですよね。なので、半身ずつやっていきます。あんまり良くはないですけどね。平面をまず作ります。平面はまあなんとかなるんですけど、この後ですね。これでこの部分は一応整えました。
こっちも届いてないか。他に基準にできるとこないかな。はい、当初の予定の順番だとこの辺の穴、シリンダーヘッドカバーの取り付け用のネジ穴やる予定だったんですけど、先にそれをやってしまうと身動きが取れなくなる、原点が分かんなくなる可能性があるので、そこを後回しにして先にカムベースのこの辺ですね、取り付け部分の整えるというのをやってきます。そしたら次は、ベースに取り付けるためのネジ穴とノックピンの穴ですね、やっていきます。よいしょ。でネジ穴用の下穴ですね。よし。今考えるとカムベアリングのステーまでは一体で作った方が良かったかもしんないですね。まあ今更遅いですけどね。一人で設計するとどうも独りよがりで見落としが多いですね。あと思考が固定化されて柔軟でなくなっていくことがありますね。もしこのヘッドがダメで再設計となったら、次はカムベアリングカムベアリングのステを一体化したバージョンを作りたいですね。エキゾスト側も同じようにやってきますけど、まあ同じなのでタイムラプスですね。はい、これで、この7番のカムベースの取り付け部分、一応全部終わりました。次は、プラグホールですね。成形してきます。では、プラグホールやってきます。平らな部分はとりあえずできたんじゃないかな。平らな場所にできたので、先にドリルで下穴開けちゃうね。M8 の1だから7ミリの下穴と。
最後にプラグホールのタップ立てて終わりとなります。使うプラグは、ER8EH-N ですね。NGK の品番で5606番。ちょっと変わったプラグです。適合としてはジャイロ X、ジャイロシリーズのポーストの方ですね。使うやつです。このプラグは過去のエンジンでも何度か出てるんで、使ってるんで、合わせたタップも持ってます。先に、シリンダーとの接続面やろうかと思ったんですけど、先にバルブガイド穴行った方がいいかもしれないな。バルブガイド穴、インとエキゾースト両方やった後でシリンダーの接続面とこのヘッドカバーの取り付け面やった方がいいかな。エキゾーストのバルブガイドからやっていきます。そのためにはこれは一回外してバイスに変えないとダメですね。ではバイスセット終わったので、まずはエキゾースト側からいくか。で、原点をよいしょ、スコープで、ここら辺に中心位置にポンチ打ってあるので、そのポンチを探してと。一回9でさらう。エンドミルを太いものに交換しながら徐々に穴を広げていきます。最終的にはボーリングバーによる仕上げ加工をするんですけど、その前の粗加工となりますね、これは。はい、ドリルの芯ちょっと取り忘れましたが、一応これで今 13mm の穴が開きました。なのでドリルはここまでと。最終的に 13.5 までこの穴は拡大ですね。あと 0.5mm。残り 0.5mm はボーリングでやってきます。
カッター外さずに測っちゃってるので、測ってるシーンほとんど見えませんが、これで 13.5mm プラスマイナス 0.01 に入ってきました。あとはフランジ部分の逃がしを作れば、バルブシートガイドのエキゾーストが一応作業は終わりとなります。はい、いい感じで開いたと思います。今回も前回の4気筒と同様にバルブシートとバルブガイドを一体のものにするので、こういう感じのストレートな穴ですね。では、今エキゾーストがやったのでインレットが進めていきます。ここからはもうタイムラプスで進めちゃいますね。さて、バルブシートガイド終わったんで、次はシリンダーのとの接続ネジですね。原点が確定したので、あとは座標を追いながら穴を開けていきます。8.22ドリルの穴開けが終わったら、ネジのヘッドを逃がすための座繰りやっていきます。はい、シリンダーへの接続部分終わったね、これで。これで、あとは、ヘッドカバーをつけるためのネジ穴とオイルラインですね。このフライスの移動距離では、全部はいっぺんにやれないので、半分ずつですね。一旦ヘッドを後ろに下げて、届くようにします。そしたら、ここの列を終わらせて、もう一回原点をここから取って、こっちの列とこの中央列やっていきます。よっ、よっ、よっ。ほいしょ。この辺にしときゃいいか。今回の加工はネジ穴がたくさんあるので結構大変ですね。というかタップ回すの疲れてきました。片面終わったのでフライスのヘッドを手前に移動して反対もやっていきます。
はい、これでヘッドカバーとの接続用のネジ穴全部終わりと。はい、この4箇所のみ座繰りなので、ここに関しては、スコープでの目視で一決めします。よし。はい、これで今回の加工は終わりとなります。シリンダーヘッドの仕上げですね。あとやらなきゃいけないっていうか、次以降の加工でやるのは、まずはここにバルブシートガイド、シフ16個ですね、作ってきます。これが大変だ。その後カムとロッカーアームの台座ですね。それをくっつけますね。これもまた大変ですね。大変だけどしょうがないと。ここはもうこっちとシリンダーヘッドと一体にすればよかったな、設計上。正直いろいろ直したい部分はありますが、それいちいち直してると前に進めなくなってしまうので、今回はこれでよしとします。次にまた4キットを作るときにそういうところは全部改善していこうと思います。はい、プラグももう問題なく入りますね。はい、まだ奥引っ込んでますけど、これから燃焼室の成形なんかがあるので、燃焼室もうちょっと下に下がりますね。とりあえず今回はここまでとなります。個人的にはもうちょっと鋳造精度を上げたいですね。こういうとこ結構ズレが出ちゃうんで、これなんかも中心に収まってくれないっていうのもありますね。こういうところがしょんないです。余白を多少取ってるのでなんとか範囲には入ってますけど、それでも気持ちのいいもんではないですね、こういうのは。今実験してる鋳造方法がうまくいけばそちらの方が精度がいいとは思うんですけどね。その鋳造も一応おいおい動画にしていこうと思っています。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。